今回は私が、活用している PPT ノートについてご紹介したいと思います。私はほとんどのノートを今トラベラーズノートに合わせて全部使ってるんですけど、今年メインで使ってるこのノートがここの3冊です。こちらに見える、オリーブノートの場合は今年の手帳として使ってます。でまたここのキャメル色のこのノートの場合は前回動画でも片手用に読書ノートとして活用してます。で今回紹介したいその PPT ノートの場合はこのブルーノートで使ってます。このブルーノートの場合は基本的にノートを2冊入れて使ってます。でこの2冊のノートの場合は、軽量紙ノートを使ってます。なぜ軽量紙を使ってるのかというと、普通に私が一番よく使ってるノートの場合が方眼ノートなんですけど、方眼ノートの場合普通、64ページになってます。で軽量紙の場合は紙が薄いので128ページになってますね。で PPT ノートの場合は、紙を貼って使ってるので、枚数が多いのがいいし、紙がそこまで厚くなくても全然使えるので、私はこちらのノートをよく活用してます。なぜ PPT ノートが、トラベラーズノートに、活用するのがいいのかというと、すごく、大きさがすごくぴったり合います。で PPT の場合普通は、2つのバージョン比率で調整することができるんですけど、最近の場合ワイドバージョンで出てて16対9の比率がありまして、そして標準としては4対3の比率で構成されます。このようにA4 の用紙に6枚ぐらいプリントするとトラベラーズのノートにぴったりなサイズで使うことができます。それではちょっと見てみます。で私の場合はこのように使ってるんですけど、普通に発表とか、そして通訳の時によくこういう形で活用することがあります。でさっきのように私の場合は標準の4対3の比率をよく使ってるんですけど、両方とも貼ることはできます。で基本4対3の比率で貼るとこういうふうにぴったり置くことができるので、サイズ的にすごく使いやすいです。で16対の9ワイド比率にするとこういう形になるんですけど、ここも悪くはないですね。余白があって簡単なメモとかいろいろ取ることもできるのでいいんですけど、私の場合はこっちの方が好きです。で人によっては両方とも PPT を貼って使うこともできるとは思うんですけど、私の場合は PPT を貼ってこの部分に右の部分には自分なりのメモを取りたいので、片面だけPPT を貼っていって、こちらの方は、メモを取ったり、そして覚えないといけないものを書いておいたりする形で使ってます。はい、こういう形で使ってます。で基本的にこういう PPT を貼る時にはのりで貼る時にはちょっとシワができてしまうので、私は基本的にテープのりをよく使います。ノック式が楽なので私はこの製品を使ってるんですけど、いろんな製品でできてるので、それで使ってみると結構後ろ貼って後ろにも全然ペンで書いてもあんまり嫌感がない、すごく快適に使うことができるので、私の場合はこういう形で使ってます。で基本的にすごく忙しく発表の準備をしたり、いろいろ移動中に見たりする時にすごくよくってよく使っているし、最近の場合は、スマホとかでもオフィスのアプリとか設置できるので、携帯とかでそれで準備したり確認したりする方も多いとは思うんですけど、やっぱり修正をしたり細かいところメモを取ったりするのはやっぱりアナログ方式が私はちょっと楽だな、もうちょっと楽だなと思うので、こういう形でよく
使ってます。そしてこうトラベラーズノートの場合はこういうリフィルノートでこう貼って使うので、これが全部使い切った時にももう出してバインディングしておくと、集めておくと、なんか自分なりのこのなんかこう勉強したこう痕跡っていうか資料が集まるっていうことですごくいいと思います。授業とかいろんな勉強とか最近はすごく PPT として資料を配布することもすごく多いので、そういう場合結構集めておく、スクラップしておくっていう感じでもなんかこうサイズ的にすごくいいと思ってて、私の場合はすごく長くこういう形で活用してます。もし私のようにこういう PPT をよく使う方がいらっしゃれば、こういう形で活用するのもいいなと思ってちょっとご紹介をしてみました。はい、以上で PPT ノートのご紹介でした。